こんにちは。こんにちは。お世話になります。お世話になります。コマショー TV。今日はちょっとい職人さんに突撃インタビューという形で、はい。いろんな質問が届いてるんで、はい。ぶっちゃけて答えてもらいたいなと思ってます。了解です。はい、お願いします。す。で、早速1問目。はい。塗り替えはした方がいいですかっていう質問なんですけど、そうですね。やらんよりやった方がいいと思います。それはもう雨漏りとかそういうことですか？そうですね。雨漏りとかもそうですし、湿気とか、サイディングとかもそうなんですけど、傷んでたら、湿気で中からカビ生えたりとか、そこの問題につながるんで、やった方がいいかなと。あと、モルタルとかやったら、水が浸透していくんですよね、家化したら。はいはいはい。だからモルタル腐ってきたり傷んできたり鉄筋錆びてきたりするんで、そこからモルタルの場合取れたりするんで、壁がもう取れるってことですか？はい、結構じゃあ大事な。ことになってくるんでやった方がいいかな。で、続きまして2問目、塗り替えの時期とか目安っていうのはありますか？目安というか、壁触ってもらって粉っぽかったらチョーキング現象とか、あとコーキングが断裂したり割れてたら塗り替え時期かなとは思いますね。定期的に触っとかなあかん、見とかなあかんってことですね。そうですね。そんな急激にそのチョーキング現象が現れないんで、やっぱり太陽、雨、紫外線とかで傷んでくるんで、それはどっち面が多いですか？南。その建物の地域に違うと思うんですけど、太陽の当たる面、当たる面、はい日が当たってる面を見てほしいということですね。じゃあ次3問目です。はい。塗り替えに適切な季節はありますか？真冬は避けた方がいいと思いまやっぱそうなんですね。す。はい。それ以外やったら、ただあとは職人さんがやりやすい季節だけと思うんで、夏はちょっとしんどいし、夏はちょっとしんどいけど、問題はない。塗るのには問題ない。塗るのには問題ないですけど、逆に寒かったら5度以下は基本塗ったらダメなんで、真冬は避けた方がいいかなと僕は思います。じゃあ次、4問目。塗装は何年ぐらい持ちますか？これもその地域とか場所によって全然違うんですけど、太陽当たる部分は一番劣化しやすい。日陰は逆に長持ち。じゃあ日陰はちょっと対抗性低い塗料を使ってとかってできるんですか？その面々で分けるっていうのはできないですか？ちょっと職人さんねいろんな材料あると思いますけど、10年持ちます材料が。で塗りました。で10年後見たら、日陰の方はまず艶あると思いますけど、日向の方は艶が飛んでくるんで、その差は当たる面と当たらない面は全然違うと思う。だからはっきり何年持ちますとは、太陽めっちゃずっと当たるとこやったら10年ほんま持つんかもしれんけど8年で劣化したりとかなる可能性はあるんちゃうかな。僕メーカーじゃないんで。フッ素使ってても何使っててもだからフッ素で何年とかあるやないですか。だから日陰と日向やったら全然持ちちゃうと。5番目ですね。はい。塗料の種類っていろいろありますが、どう違いますかっていうことなんですけど。塗料の種類、アクリル、ウレタン、シリコン、フッ素ってありますけど、それ以前の問題でね、まず下地処理と下塗りをしっかりやらんと、一番高級なフッ素塗っても一緒なんですよ。下地処理が一番大事なんですよ。下地処理っていうのは洗うとかっていうことですか？洗う、浮いてるとこをけね、で下塗りっていうのが一番大事です。だから塗装で手抜くっていうことは、その下地処理を抜いたりしようんですよ。上は火炎そのままでっていうことですね。そうです。だから上塗りを一番フッ素使っても、下地処理と下塗りができてなかったらフッ素なんて全く意味ないです。
その下塗り剤はその壁によって全然ちゃいます。サイディングやったらシーラーで、モルタルやったら二段性ビーラー、いろんなのがあります。それはもう塗装屋さんに任せといてっていう感じですよね。そうですね。お客さんが物を見てちゃんと下塗り剤を適切なやつを使わんとめくれの原因になるんで、お客さんがこっちの下塗り剤の方が高いからこっち使ってよっていうのは危ないってことですね。そうですね。何でも高いの良くないですほんまにちゃんと自分のお家にあった下塗り剤、上塗り剤判断してから僕はちゃんとした外壁の下地に覆った下塗り剤、それに適した上塗り剤を使うことをお勧めします。じゃあ次6番目、ベランダ手すりとかサッシっていうのは塗装できますか、っていうことなんですけど。できるでけへんで言うたらまあできるんですけど、あんまりやらん方がいいかな。要はアルミ製やからってことですよね。そうですね。塗れんことはないけど、あんまり塗っても剥がれやすいとか、そういう材料あるんですけどね。アルミ用のアルミ用っていうかその下塗り用であるんやけど、あんまり塗らん方がいいかな。まあ綺麗に掃除してアルミ用のコーティングみたいな、そういうのにやった方がいいんちゃうかな。アルミは基本乗らないんですか、塗料が。その下塗りプライマーとかが乗れば、上塗りは乗るんで、でも結局手すりとかって太陽当たったりしてるんで、雨とかもろに当たるじゃないですか。で、ホコリもかぶってくる。塗った時は綺麗かもしれないけど、めくれてきたら厄介やしね。そうね、あんまりおすすめはせんですかね。普通の塗り替えの時は鉄のとこだけ。鉄だけ。じゃあ次7問目なんですけど、洗濯物外に干すことできますか。全部塗装屋さんで養生してるんで、バルコニーとかには干せません。もうちょっと離れたとこやったらいいけど、離れたとこやったら足場のまあ外とかやったら大丈夫なんですけど、足場の中っていうのはちょっと多いです。まあでもそのどないしても洗濯物を干したいからとかやったら、作業終了次第養生めくって干してくださいとはできるんですけど、でもまだ乾いてない状態ですね。夏場とかやったらね、晩干してもまあ朝方乾いてるから取り入れれるけど、寒い時期とかやったら多分乾くね。その辺部屋で干してもらうか、協力コインランドリー行ってもらうかっていう感じですね。すいません。いやもうそれはやってもらってるんで。で次8番目なんですけど、これも似たような感じなんですけど、工事中に窓の開閉っていうのはできるんですか。その塗装屋さんありきりな話になるんですけどね、どないしても開けてほしいっていうんやったら、僕のとこは開けます。開けれるようにしとくってことですか、養生を。全部はちょっと無理ですけど、まあ最大4箇所までやったら。他の塗装屋さんは分かんないですけど。次9番目です。工事期間は何日ぐらいですか。だいたい足場、水洗いで、まあシール屋さんあればシール屋さんの仕事で、塗装屋さんで、まあ、防水あれば防水屋さん、まあ、2週間から2週間ちょいぐらいちゃう。じゃあ半月ぐらいでだいたいできる。その規模にもよりますけどね、どういうことするのかとか。まあ、普通の一軒家の塗り替えやったらまあ2週間、まあ、20日ぐらいですか。じゃあその雨で工事が伸びていく、どんどん伸びていったら、追加の費用って発生するんですか。しないです。しないですか。やばいですよ、そんなの発生したら。やばいですよ。塗装屋さん的には雨の時はもうお休みなんですか。まあ足場屋さんってまあレンタルしてるとかやったら、まあ1ヶ月単位で借り取ったら1ヶ月伸びたら1ヶ月延長みたいなのはレンタル料金かかってくるとこもあるんですけど、普通の一軒家やったら1ヶ月以内に絶対終わるんで、まあ、そういうことはないと思います。最後ですね、塗料の飛散で近所から苦情とかって来たことありますか。いやー、ないです。ないですか。僕はないです。話全然変わりますけどね、レストランに行きました。店員さんがお料理を出してくれます。こぼされたことありますか。ありますね。あるんですか。あります。
僕経験ないですけどそれぐらいの確率でまあこぼすっていうのはないですね。でまあ飛んだら、まあ、僕らは作業をすれば、はい、関わりは変な言い方もうないやないですか、はい、お客さんと。でもお客さんとお隣さんでもずーっと一緒でしょ。そういうことには絶対に気をつけてやってあげないと、まあ塗装に限らんと足場やコーキング屋さんとかいろんな業種そうと思うんですけど、作業やったら終わりじゃなくてお客さんの家やってる周りの人にも気を使ってやってあげらな近隣の付き合いってあるんですよ。そうですね。お客さんも、まあ、そういうとこには絶対ないようにしてます。以上でちょっと質問は終わってしまったんですけど、はい、アイディン・ケイソンさん、はい、YouTube もされてるんで、はい、またぜひぜひ皆さん、はい、登録といいね、はい、ご協力お願いします。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。